先ほどはすみませんでした。Wi-Fi あったにもかかわらず電波がなかったようなので急いで移動してきました。聞こえていますか？大丈夫ですか？聞こえてたらコメントお待ちしてます。いけてるかな？今度は大丈夫かな？聞こえてたら聞こえてますのコメント1通ください。お願いします。よいしょ。暑い。どうしよう。聞こえてない？また？ダメかな？今日なんだろう、どうしたんだろう。ここはね、前にもライブやったことがある場所なので大丈夫と思うのですが、聞こえてる？よかった、本当よかった。じゃあこれからライブを始めたいと思います。その前にありえないぐらい汗びしょびしょなので、ちょっと上を脱がせてください。すみません。ちょっとごめんなさい。暑い。失礼します。じゃあ今日もこれからライブを始めたいと思うので、皆さんともう日本もうすぐ12時になっちゃうと思いますが、お話できたら嬉しいです。暑い。よかった。よいしょ。よかったよかった。ただいまフランス時間もう夕方の4時50分、もうすぐ日本12時ですね。あんまり遅くなってもなので、まあ30分ぐらいお話できたらと思います。聞こえてます？よかった。さっき途中になっちゃいましたがさっきね、びっくりしたの。たまたま入ったカフェの後ろに座ってたね方が日本人の方で、なんかね YouTube 見ててくれた方みたいでね、でなんかめぐくさんですよねって話しかけていただいて、すごい嬉しかったすごく嬉しかった。もしも見ていてアーカイブとか見ていてくれたらお声かけいただきありがとうございました。なんかもう本当にハッピーになりました。ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします嬉しかったな。本当にパリで話しかけてもらえるとすごい嬉しい。ちょっと一瞬日本語だからびっくりしちゃったんだけど嬉しかった何ボンジュールサバウイサバメキシコからこんばんは、こんにちはもうびっくりしました。本当に全然電波がなくて、さっき本当に全然つながらなかったライブの場所はマドレーヌっていうね、マドレーヌ寺院があるブランドサントノーレ通りっていうブランド通りのすぐ近くで、パトリック・ロジェとかのチョコレート屋さんがあるところなのですが、あの辺一帯なんか電波が悪いみたいで、歩いてる間に電波良くなったらライブ始めようと思ってたら、ここ今オペラ地区で、オペラに来るまでね全く電波がなかった。なんかあの辺に住んでる人どうしてるんだろうって思うぐらい。今日本ゴールデンウィーク中か。ゴールデンウィーク11連休いいな。暇なのでライブ嬉しい。よかった。11連休いいですね。もうゴールデンウィーク始まってるの？5月から始まるんじゃないんだ。もう始まってるんだ。そっか。いや皆さんゴールデンウィーク何されてるんですか？私はね、さっきまで、フランスにはゴールデンウィークはないのですが、日本からお友達が来ててで一緒にね、モンマルトルの丘っていうね、アメリの映画で登場したね丘に行ってきました。本当に久しぶりに会えてすごい嬉しかった。で今日はすごくお天気がよくて曇ってきちゃったんだけど、今急いで歩いてきたら暑くなっちゃって、こんな服装ですが、冬のコート、朝涼しかったからウールのコート着てたんだけど、なんかねもう昼間夕方今ぐらいの時間とか、さっきぐらいからピークで太陽が出るとね、夏のようにあったかいです。日本よりは暖かくないけどね。コメントよかった。さっきのライブ一人で喋り続けようと思ったんだけどそれではちょっと皆さんとお話ししたいが目的だったからね、お待たせしてしまってすみませんでした。私が大好きなブレッド入ったんですね。チェーン店だけど美味しいですよね。そうすごい。なんでわかったの？すごい。ちょっと映ってる？これじゃじゃーん、ここね入った目の前はあっちがスターバックスで、ここがプレットって読むの？これプレって読むのです。ちょっと
といただきます。今日はねマキアートにしたの。マキアートってマキアートノワゼットみたいなコーヒーにちょっとミルクを入れる感じにしました。見えないけどコーヒー飲みすぎちゃって今日もう何杯目 ?1、2、3、4杯目ぐらいです。本当よかった。なんか今日もずっと皆さんとお話ししたくてうずうずしてました。1週間ちょっと落ち着こう。まだ気持ちがせかせかしてる。あとね、さっきねお友達からねあれもらったの。クロワッサンなんだけど潰れちゃったかな。これもらった。じゃん。潰れてる。これカレット知ってる？カレットっていうパリジェンヌ御用私の、カフェがあって、老舗カフェ、そこのクロワッサンもらったちょっと開けてみようかなと思って。今日ねご飯何も食べてないんだ。そういえばどんなでしょう。じゃじゃーん。こんな本場のクロワッサン。じゃじゃーん。大きい。カレットのクロワッサンって大きい。私の顔ぐらいある大きいでしょちょっとだけ食べようかな素手で持っちゃうところフランス人かなちょっとだけいただきますね。初ご飯いただきます。サクサクってよりはもちもち系なんかボロボロこぼれるけど地球にお裾分け。じゃん。ふわふわもちもち系のクロワッサンでした。結構サクサクと分かれる気がする。でフランス人流だとこれをねちょっとベテベテになっちゃうんだけどこうやってちぎってね。で本当はラテとかの方が私は好きだけどこういうねコーヒーにねこうやって浸してねちょっとね湿ってさせてこんな感じでで食べるの。ペロってコーヒーの苦さとクロワッサンのバターの濃厚な甘さが相性抜群ですやってみてくださいちょっとアロンジュとかだとブレンドコーヒーみたいなやつにつけちゃうとただの苦いになっちゃうんだけどクロワッサンをこう浸すならミルクが入ってるコーヒーの方がおすすめ。なにメググさんの横のガラスにお店の名前書いてある。どこ？これか。これ？すごいよく見れた私全然気づかなかった。こんばんは。昨日クロワッサンの夢見ました本当いい夢ですね。いっぱいもらっただけどどれも潰れていてまずそうだった。食べなかったんだ食べたら美味しいかも結構潰れたクロワッサンもねずっしり感あって美味しいですよ今度夢に出てきたら食べてみてください。ちょっと今日はゆるくクロワッサン食べながら行かせてください。もうね1週間話したくてねいろんなことを、ただ今日何を話そうとしたんだっけな。なんか今日の話題も決めてきたんだけどもうさっきの電波つながらないアクシデントのせいで全部忘れちゃったゴールデンウィーク皆さんどこか行かれました？ちょっとね議題にスクリーンショットしたやつ探すので少々お待ちください。いいな。ゴールデンウィーク今年は11連勤なのかな。いいですね。私もゴールデンウィーク中はご依頼、ご案内がね多くて、最初はなんでこの時期だけみんな多いんだろうと思ってたけど日本のゴールデンウィークでしたね何をお話ししようと思ったんだっけな。メモしてきたのに忘れちゃったよ。少々お待ちくださいね。探してます。私ねこの前ね一人でねルーブル美術館行ってきてね、その時に前にご案内させていただいた方が日本語に訳すとルーブル美術館のお友達っていう
登録があって、それになると1年間の入り放題カードみたいなのが作れる。でその方親子でいらっしゃってて作ったんだけど、もう今年中は来ないからって言って譲っていただいて、そのカードをで一応ね、顔写真がカードにこう印刷されてるから、なんか言われるかな、ちょっと違う顔だし言われるかなって思ったら全然言われなかったでカードを見せる時もなんか全く、多分日本人だから見分けつかないのか普通に入れて、でなんかそれで入ってきましたそれで入ってきましたちょっとすごいドキドキ、久しぶりに、悪いことはしてないんだけどドキドキしちゃったっていうお話で、ルーブルに行って久しぶりに一人で、もう1年ぶりとかに一人でルーブル美術館行ってきたんだけど、人がねものすごい多くてびっくりしちゃった。先月も多くてちょっと落ち着いたと思ってたんだけど、今日もすごい人多かったし、なんか日本人は少ないけどパリ今観光客の方がすごい多いです。みんなオリンピック前に来ちゃおうって感じなのかな、そんな感じでねちょっと何お話ししようかのやつ探してたんだけど、少々お待ちください。ルーブルのお友達チケットぜひ来たら作ってほしい。60何ユーロとかだった、80何ユーロ60何ユーロとかだったと思います。期限が切れちゃうともちろん使えないんだけど1年間有効で、それも私いただいてから全然行けてなくて、もう期限切れちゃうってなんかちょっと焦っちゃってで行かなきゃって思って、でふらっと行ってみたら、なんかすごく一人で行く時とご案内で行く時ってなんか感覚が違って、すごい新鮮な気持ちになってね、でノート持ってってスケッチしたりとか、あと見たいあんまり王道ではない作品、コミュニティとかインスタに載せましたが、私がルーブルで一人で行った時に見る作品が2つあって、その作品コローとラトゥールなんだけど、その作品を見に一直線に行って、でそこのエリアがね本当に人が全然いなくて、それもすごい魅力的なんだけど、椅子に座ってずっと眺めてってことをねしてましたよ。でね、その帰りにこれもインスタとかでアップしたんだけど、そのすぐ近くここまっすぐ行くと見えてるのがルーブル美術館で、その帰りにすぐそこのアジア食スーパーに行ったら、一平ちゃんがねカップ焼きそばの一平ちゃんが、私コミュニティとかに金額間違って書いちゃったんだけど 5.5 ユーロで1個 5.5 ユーロで売ってて、日本円で930円ぐらい。一平ちゃん1個900円ってすごくないですかでなんかルーブルはふらって行ってこれるのに、帰り道に一平ちゃん買おうとしたらこの金額かってなっちゃって、パリだなって思った何の話かよく分かんないけどコメントありがとうございます。ゴールデンウィーク海外行きたかったんですが航空券取るの遅れたので諦めました。暇です夜型になってしまいましたね。暇だと夜型になっちゃいますよね。私も最近ね暇ではないのに朝7時ぐらいに寝てるやっぱりゴールデンウィークみんな旅行に行くから航空券取りにくいですよねいいねだっていいねボンジュールーブルのおすすめの投稿を見ました。何度か行っていますが有名すぎるのしか見ていなかったので知らなかった作品でした。めぐぐさんのおすすめ今度行ってみます。来年行けたらいいな。ぜひ見てみてください。やっぱり今年はねオリンピックもあるし、なんかすごい今ルーブル混んでるしあれですが、来年ぜひいらしてください。そしてラトゥールとコロを見てください。癒されたい時にはコロの作品が私はおすすめで、ラトゥールは昔からねすごい好きで、ラトゥールの作品だとみんな日本の方に有名なのは詐欺師の女みたいな、女性の方たちが詐欺をしてる
絵なんだけど、それは多分皆さん見たことあると思う。なんか女の人が何人かいてこうやってなんか横を向いてる絵なんだけど、じゃなくて私が好きなのはその詐欺師の女がここにあったらそれのこっち側なんていうの、詐欺師の女に向かって右側にある作品の、聖ヨセフ、大工聖ヨセフっていう映画ね、大好きでね、見てみてください。すごく美しいです。結構ね、絵は好みが分かれますよね。その時の気分にも言えるしね。あ、パリも暑いのですか？真夏のお洋服ですね。めぐぐちゃん今日も可愛いね。ありがとうございます。私が暑いです。ほらダウンの人もいるでしょ。フランスなので全然季節感ないのですが、ちょっとさっきのライブで電波悪すぎて急いで早歩きできたら暑くて真夏になってます。でも何度ぐらいだろう今日。日本よりは全然涼しいですよ。今気温が19度かな、19度です19度なんだけど、体感温度は太陽が出るともっと全然暑いけど、太陽が今なかったら今だんだん涼しくなってきてっていうね、ちょっとねなんかつかめない感じです。なによかった、皆さんとお話できて本当によかった。みくみくさん、大工の絵はとてもいいので5分は引きつけられて離れられないですね。いいですよね、光の感じがね。円換さんダメ、絶対何も買う気がなくなります。本当ですね。円で考えたら何もね、本当に何も買えないわけじゃないんだけど、その一平ちゃんとかカップヌードルのね一平ちゃんとかも別に全然買えない金額ではない。 5.5 ユーロだし、フランス人にしては全然お手頃だし買えないくはないんだけど、本物の日本のお値段知ってるからなんか手が伸びないなっていうね。前髪が決まってる、まゆゆよりも可愛い。嬉しい、ありがとうございます。メルシーです。前髪決まってる。今日寝起きできちゃいましたよ。私いつも結構寝起きのまま髪だけバーって溶かしてニュクスオイルをねバーって伸ばして前髪にこうやってつけるだけでやってる。日本人の女の子の完璧さができなくなってきてるかもしれない。思いっきり断髪してあげたいです断髪してみたいです。してくれる方だったんだ本当伸びたでしょ。結構伸びたでしょ。もうね腰の下の方まで来てます。1年に1回日本に帰って切ってたんだけど全然帰れてなくて、もう5年ぐらい帰れてないからね断髪やらせてほしいです。あれかな、なんだっけ、ヘアドネーションいいかもしれないね。でもね断髪さん、私すごい長い髪の毛が好きなのこのね黒くて長い髪の毛が好きだからね、短くしないでくださいね私今日何のお話ししようと思ってたんだっけな。ちょっと保存してあるやつ探すのでお外ご覧ください。ここはねオペラ通りで、あっちにまっすぐ行くとルーブル美術館があります。ワンちゃんかわいいね。自分の遊ぶボールを自分で持ってるワンちゃんかわいいですよね風が強くなってきたな。ちょっと上着ようか。私どこかにスクリーンショットしてお話ししたいことがあったんだけどな。風強くなってきちゃった。あれどこだったかな。これかな。違うな。フランスの物価のお話この前しましたもんね。なんかねこれみんなにお話ししたいって思う記事があって、それをスクリーンショットしたはずなんだけどな、分かんなくなっちゃった。あれ分かんなくなっちゃった、ごめんなさい。分からなくなっちゃいました。なんかフランスと日本についてのお話だったんだけど、これかな、分かんない。見つけたらまたお話しします。何だったかな。物価のお話ではなかった。ちょっと寒くなってきたから上だけ切る少々お待ちくださいね。脱いだり着たりすみません。よいしょよいしょね。暑くても湿気はないからカラッとはしてるんだけど、よいしょ。
まさか電波悪い、そんなことないちょっとコーヒーいただきます。何、もうすぐ日本は12時ですか？もうなったかな、なっちゃったかな、大丈夫ですか？もし眠い時には寝落ちしてくださいね。ついでにお花もかませてください。あ、電波大丈夫？よかった。早速ちょっとお花かませてください。ちょっと待ってね。見て、日本の方からねもらったティッシュがねあってね、これ水に流せるポケットティッシュ、素晴らしいでもこれはもったいないから使わないの。なぜかって言ったら、フランスのカフェとかのおトイレってトイレットペーパーがね切れてることが多くて、でフランスのポケットティッシュって逆にポケットに入れたままお洗濯しちゃう人が多いみたいで、水に溶けないのはあるんだけど溶けるのがねなかなかなくて貴重なの。ちょっとお花かみタイム行ってきます。少々お待ちください。見えないか。はい、ただいま。柔らかい日本のティッシュ、あんまり赤くない。フランスので噛むと真っ赤になるのに素晴らしい。今のティッシュもねすごい可愛いの。見て、ティッシュにこのパッケージってどういうこと？何のティッシュかわからないけど可愛いね。使うのもったいないから入れ替えて使おうかなって思うぐらい可愛い。これ日本のティッシュね。フランスのティッシュなんてね味気ないの。ほら見てまあサイズが違うんだけど、こんな可愛いね日本のやつでね。フランスのはねすごいね、硬い、分厚い、こういう風にちっちゃいでしょ。こうやって折って入ってて、じゃじゃーん、伸ばせばなんだけどすごい分厚くて、ほらすごいでしょ。2枚重ねになってるのかな、よくわからないけど何回も使えるぐらい分厚い。だから全然お水に溶けない。だからカフェとかでティッシュがなくてポケットティッシュ使おうと思ってこれを使おうとすると流れないからすごいねいつも困るんだけど日本のは素晴らしいですね。何でも可愛いね日本のものって。なんだろう、キャラクターが多いからかな、なんか何でも可愛いですよね。感動しちゃう。あ、何？いきなり断髪して可愛くしてあげたいです。断髪したら可愛くなれるの？じゃあしてもらおうかな本当に？紙ナプキンみたいでしょ。多分フランスのそのポケットティッシュってお花噛むのもあるんだけど、手をみんなこまめに手を洗う文化ではないから、ちょっと汚れた時にお食事というかテラスとかでこうクロワッサンとか食べて手が汚れた時に拭いたりして食べてる間中1枚を使ったりするから、紙ナプキン的な要素もあるんだと思う何花セレブのさらにいいシリーズを花粉症シーズン使うのですが、他と全然柔らかさが違くて贅沢だなと思います。花セレブは知ってる、もらった、すごい最高。より贅沢なのがあるんですか？もう食べれますよね日本のティッシュってなんかたまにお口とかにつくと甘いティッシュとかありません？あれびっくりするんだけど、なんでなんかこれ食べれちゃうぐらい柔らかいふわふわみたいに思っちゃうことがある。食べないけど秋にパリに行くんですが、オレンジホリデーの SIM カード手軽に買えますか？はい、買えます。オレンジのショップもパリ中にそこら中にあるのでショップでも買えますし、この前アップしたなんだっけ、シャルル・ド・ゴール空港ターミナル1での免税のやり方とかをご説明している動画があって、その中に出てくるキオスクというかコンビニみたいなところが登場するのですが、赤いね、そういうところでもSIM カードを売ってます。なので結構どこでもオレンジ買えると思いますでね、最近ってか昨日買って全然お話変わるんだけど、その他ご旅行に関するご質問がありましたら何でもご質問くださいね。
でね、昨日ねたまたま買ったねガムが美味しかったっていうどうでもいいお話これいつもあんまりガム噛まないんだけど、なんか噛みたくなってこれ買ったら美味しかったから買ってみてほしい。フランスの日本のガムの方が私の中でガムって感じ、もっと弾力があってガムだなって思ってたんだけど、これはなんか私の中では結構美味しい方のフランスのガム、買ってみてください。いちごとライム味しかもねちょっと贅沢なの。この半分に10個しか入ってないんだけど、普通のはもっと入ってる。だけどもっと普通のよりも分厚くて、そうフランス製のやつね、なんかねこうやって出すんだけど、こんな感じで普通のより分厚いっていうの、なんか厚くてね、これ厚くて中にね2層になってて、中がライムなの。これ美味しかった、買ってみて。このハリウッドっていうね、これフランス製なのかな、アメリカフランスだと思うんだけど、このガムねいろんな種類があって、ホワイトニングっぽいのもあったりとかいろいろなんだけど、初めてこの味買ったら美味しかった。しかもお砂糖が入ってない、ノンシュガー、メイドインどこ？メイドインフランスみたい。フランス製かわからないけど作られてるのはフランスだって。ハリウッドだからなんかアメリカっぽいけどフランスらしい。買ってみてください。いろんなタイプがあるあ、すごいマリファナ臭がすごい。後ろの人かな。ソフトバンクの携帯だとソフトバンクの携帯だと店舗に行ってパリで使えるようにしてって頼むと使えるようになりますよね。日本の携帯電話会社さんも海外利用のなんか設定ありますよね。いくらだっけ1日何円とかでありますよね。まあね、本当はちょっと少々お待ちください。うるさいね。もしも長期滞在をするっていう、1ヶ月とか長期滞在でなるべく節約したいって感じだったら、フランスのフリーっていう、私もそこの使ってるんだけど、フリーっていう携帯会社さんの SIM がすごいおすすめ。2.9 ユーロかな、2.9 ユーロからあって、19点、誰でも SIM は作れて電話番号もつけられると思うんだけど、19.9 ユーロを払えばほぼ使い放題、100ギガとかなんかそんな感じで本当に使い放題だし、そこの SIM だと日本の固定電話にも無料でかけれるし、インターネット使い放題で Wi-Fi ももちろん使えるし、電話番号もついてくるから LINE とかも使えるしね。なので長期滞在でちょっと安く収めたいって方はフリーっていう会社のオレンジよりねお手頃なイメージのSIM カードおすすめですただそのカードなんだっけ、プリペイドもフリーも売ってるんだけど、私が今お話しした 2. 何ユーロとか 12. 何ユーロでもね結構なギガ数使えたと思うんだけど、とか19.99 ユーロの SIM だとその SIM を契約というかする形になる、買うときにこう入力してなるので解約しないといけなくて、それがちょっと面倒なんだけどそこさえクリアするならすごいお安く使えるので長期滞在の方にはおすすめで、それも前コミュニティでその SIM についての写真と一緒に内容をアップしたと思うので、もしご興味ある方見てみてください今日はまたちょっと今日もう一回いなくなりますが、リップ塗らせてください。乾燥がひどくてね、こっち側にいなくなる。少々お待ちください。見えてる？大丈夫？はい。リップ塗るのに隠れなくてもいいか。これね、日本からね持ってきてもらったやつってね、見てこれ日本のですよね。見える？これ日本のでしょ、これ。このリップ。メンタームだ。口紅がいらないみたいなやつ。こ
これねもらって使ってるんだけど素晴らしい。ほら見て、ピンクになったこういうの日本素晴らしいですよね。この色合いも可愛いしね。フランスにもね一応色付きリップみたいなのあるんだけど、全然こんなにしっかりお色つかなくて、日本の素晴らしいなって思う。本当にうるうるになるしね。なになに、お、なになに、ありがとうございます。1ヶ月間なので、それはありがたいですね。フリーですか。SIM の話ね。そう、フリーモバイルって日本語でもねいっぱいブログとかで説明してる方いるので、ご興味あったら見てみてください。フリーモバイルってカタカナ、フリーモバイルフランスってやると出てくると思います。そこにも、その会社にもオレンジと一緒でなんだっけ、プリペイドも売ってます。で自販機みたいなので買えます。でそのオレンジが日本でいう例えばドコモで、フリーモバイルが、au とかソフトバンクみたいな感じで捉えてもらったらいいと思います。すごい人がいっぱいになっちゃった。パリでも LINE は使えるんですか。はい、使えますよ。普通に使えます。多分 LINE ってお電話番号でアカウントがこうできてると思うので、変えちゃうと、もし SIM 変えちゃうともしかしたら使えないかもしれませんが、Wi-Fi、SIM カードを逆に入れ替えないで、日本の SIM カードのままで Wi-Fi とかにつなげば、そのままいつも使ってる LINE が使えます。もしも SIM カードを入れ替えて、携帯使ってるスマホ、携帯電話の中に LINE に登録してる電話番号がなくなっちゃうと、今使ってる LINE が多分開けなくなると思います。ちょっとね LINE はねちょっと面倒ですよね。メッセンジャーとか WhatsApp とか、フランスでは LINE って日本人ぐらいしか使わなくてですね。てか LINE って多分日本人がいっぱい使うけど、他の国の人はあんまり使わなくて、でLINE はその電話番号とつながっちゃってるから、電話番号変えちゃうと引き継ぎとかすごい面倒なんだと思うんだけど、Facebook のメッセンジャーとか WhatsApp も電話番号だけど、そうメッセンジャーとか使ってれば電話番号関係なくできるので、ご家族とかとは日本にいる間にそのメッセンジャー、Facebook のメッセージ機能とか Instagram のメッセージ機能でつなげられるようにしておけば、フランスに来てから SIM カードを変えてお電話番号変わっても、メッセンジャーとかインスタグラムは関係ないので、そのままどんな SIM にしても同じのが使えますちょっとね LINE は面倒ですよね。モノ本屋何めっちゃべっぴんさんありがとうございます。嬉しい。このね外観あってのねパリの魅力ですねパリのおかげ。もう断髪さん起きててくれたんだ今日早くライブしてくださいって言ったから寝ちゃったかと思ってましたよ。断髪して可愛くしてあげたい。でも似合うようにして綺麗にしてあげたいってことは、断髪さんってもしかして美容師さん短いの似合うかな。前になんだっけ、コミュニティに昔の大学生の頃かなのショートカット、これくらいのショートカットにしてた頃の写真載せたけど、あの時とやっぱり全然別人みたい。伸ばすとねでももうしばらく切ってないから短くしたら似合うかな。ちょっとやってみるか似合うかな。なんかベリーショートもね、でも一回やってみたいんだけどね、なんかねこんな似合わないよ。あれみたい、ワカメちゃんあまり似合わないね、短いのね長い方が似合うねお顔がねまん丸だからね。お、なになに、メッセンジャー私も使ってるね。パリに行ったら行くあってないけどね、メッセンジャーの方が便利ですよね。柔道のランドリ姿みたいです。何、髪縛ると、柔道の時はやっぱり縛らないと髪ね引っ張られちゃうし、相手にとっても邪魔なので、この辺でね縛ってます。ぐるぐるってまとめてね
お、自分経験者？柔道の柔道家ですか？戦わないとね。あの写真モデルさんみたいでした。モデルやってたんですか？昔のショートカットの写真。そう、実はね、日本ではモデルさんをちょっとやらせていただいてやらせていただくのもないけど、ちょっとだけやってました。で、あの写真は、台湾人のカメラマンさんに撮っていただいたお写真で、やっぱりカメラマンさんによって自分は同じ自分なのにね、全然ね写りが違うの。やっぱ個性があって、同じ場所で違うカメラマンさんに同じスタジオとかで撮ってもらうと、同じスタジオ、同じ自分、同じメイクなのに全然違う風に映るんですね。すごい感動しちゃった。で、その時写真、真っ白の背景のやつね、写真はそう台湾人のカメラマンさんに撮っていただいて、ね、その方に撮っていただくとすごい透明感のある、なんて言えばいいんだろう、清楚ともまた違う、本当に透明感のある写真を撮ってくれるカメラマンさんでした。興味ある方見てみてください。私の昔のお写真ですがムスッとしててね、ちょっとね白いワンピースでねそうです。柔道やってるの？柔道やってるのパリでもぜひパリに来た時にもやってください。フランスはねやっぱり柔道盛んですからね。改めて感じたのはもうすぐオリンピックじゃないですか。で全然ね、ほら見て、オリンピックの広告も何もないので、全然オリンピック感はないんだけど、たまに見かけるオリンピックの広告とか、あとキーホルダーとか、最近スーパーにグッズがやっとちょっとだけなんか特設コーナーみたいなのがちょっとだけでき始めてですね、観光客の方が多く来るようなスーパーにでき始めて、そういうところで人手みたいな赤いキャラクター、なんかこう三角のやつ、あれのいろんなバージョンのいろんなお洋服着てるあの子がね、お名前わかんないけどぬいぐるみとか売ってるんだけど、やっぱり柔道着着てるやつとか、あとオリンピックの模様になってるパリ限定のパリオリンピック限定のカップとかノートとか売ってるんだけど、それにもね必ず柔道が登場するの。バスケットボールが柔道着着てたりとか、ちょっと謎なデザインなんだけど、そういうのが売ってて、やっぱりフランスで一番確実に金メダル取れるのって柔道だと思うから、オリンピックイコール柔道みたいな感じがして、なんか私的にはすごく嬉しい何ミズノの柔道着ってパリで日本製売ってますか？どうだろう。私パリで柔道着買ったことなくてですね、日本から持ってきたのを使ってるからちょっとわからないですね。でもフランスで買う柔道着ってみんなアディダスなイメージだな。アディダスのイメージがするな。私もミズノ使ってますけどね、アディダスなイメージ。結構フランスの子供が着てる柔道着とかって、この辺にアディダスの3本線、ブルーで3本線入ってる柔道着とかね着てるイメージですね。あれも可愛いけどね、なんかね軽くてね。タバコ、目の前にタバコあるんだけど、タバコを消さないで捨てるの人が多くて、誰もいないのに煙が出続けている。火事にならないかな。たまにねゴミ箱燃えてるんですよ。それでみんな消さないでそのままタバコをゴミ箱の、パリって10メートル間隔ぐらいでゴミ箱が道に置いてあるんだけど、一応そのゴミ箱に必ず消すところっていうのがついてるの。ゴミ箱の入り口っていうかなんだけど、いちいち消さないから、そのビニールとかゴミが入ってる中にポンって、吸ってるままの消してないタバコを捨てちゃうから、たまにゴミ箱が燃えてる時がある。すごいもくもく煙が出てて、すごい臭くてみたいな時があるまあね、ゴミ箱一つ燃えてもね、デモとかになったらねもっと燃えるしねいいんだけどいつもコーヒーだけなので、今度ケーキを頼んでどんなのか見せてください。ケーキもパリは芸術的なイメージがあります。はいそうですね、私ライブの時いつもあれですね、コーヒーだけですねなんでかってね、
お話しするのに夢中になっちゃって、一回お誕生日ライブを一人でした時に、もう 2,3 年前のライブでケーキ屋さんに入ってケーキ張り切って頼んだのに、おしゃべりするのに夢中になっちゃって全然食べきらなくてっていうのがあってから、食べ物をライブ中にねなかなか頼めないのおあ、もう何時？結構時間経っちゃってますね。でもゴールデンウィークだから大丈夫かな？大丈夫？まだ起きてますか？もうちょっとねお話しさせてください。すごい楽しみにしてたから何えメッセージャー来たいや明日もね、明日も明後日もご案内のお仕事なんだけど、YouTube 見てご連絡ねいただいた方とかとねお会い、YouTube を見てガイドしてくださいってご連絡いただく方とかご案内するんだけど、すごい楽しみずっとこう多分連絡をくれる方はこうやってライブとかで私を見てくれていて、でなんかお声かけいただいてなんだけど、私は初めて会うし初めて見るからすごい毎回ねドキドキしてて、すごいワクワクドキドキでですね楽しみなんだじゃあこのタイミングでお話ししよう。ちょっとこのタイミングで宣伝させてください私はパリで生活をしていて、完全プライベートのパリのアテンドガイドさんとか翻訳通訳とかそういうこともやっています。で、基本的には柔道の先生やっているのですが、ちょっとこう他のお仕事としてもパリをご案内するっていうのを完全プライベートでやっているので、もしも初めてパリに行くよとか、もう何回もパリに行ってるから地元のパリジェンヌが行くような散歩コースを一緒に回ってほしいとかね、おすすめのカフェに行きたいとか、そういう何でも受け付けていますので、もしもパリに来てご案内が必要という方はぜひお気軽にインスタグラムやアメンバブログのメッセージ機能からメッセージをください。結構どんなご希望にも添えるように、なるべく添えるようにね、臨機応変に対応できますので、いつでもお気軽にパリにいるお友達にご連絡するような感じでメッセージをくださいあとパリに行って本当に困っちゃった時とかね、携帯盗まれちゃった、お財布盗まれちゃったとか、あといきなり病気になっちゃったとか、そういう時にも助けられますのでメッセージをくださいお待ちしてます宣伝でした聞こえてたかなちょっともう一回コーヒーいただきますね。冷めちゃった。冷めた方が苦いやみんなやっぱり画面に映るとあれか、恥ずかしいって人がいないのがフランスですよねちょっとなんかもう夕方何時、もうすぐパリもう5時半、明るいでしょ5時半なのに。最近もう一気に日が伸びて9時とかね、9時半ぐらいまでこれぐらい明るいです。で10時ぐらいになるにつれていきなり暗くなる感じかなね。来月になったら夜、来月、7月ぐらいな、6月7月8月は夜11時ぐらいまでこれくらい明るいんですよ。だからゆっくり長い時間安全に楽しみたい方は夏に来るといいかもしれません。ただね、バカンスシーズンだとお店が結構閉まっちゃってるからだけど、今年はオリンピックがあるから多分普通閉まっちゃうお店も開けてるんじゃないかなって思います。いやちょっとごめんなさい、なんか詰まった。クロワッサンがここにいる何？ダンパツさんありがとう、相手にしてくれてありがとうございます皆さん寝なくて大丈夫ですか？もうね、もう40分も経ってるか、45分か。もうちょっとしたら名残惜しいですが終わりにしたいと思うので、もしも
ご質問、パリについてのご質問とか何でもありましたらチャットお気軽にください。初めて見てますっていう方も全然気軽な感じで何でもチャット入れていただけると嬉しいですもうね、毎週こうやって皆さんとお話できるのが私の中でとっても楽しみでですね。ただね、最近ちょっと月曜日にお仕事が入ることが先週もだっけ、月曜日にお仕事でね、なんかちょっと最近遅い時間スタートになっちゃってるけど、ちょうど今ゴールデンウィークで皆さん起きててくれてよかったけどなるべく遅くならないようにお仕事がある日はライブをしたいと思いますなんかさっき今日なんかすごいんだよな、今日見えないのにずっとその辺は飛行機がすごい音で飛んでて、3機目4機目なんかちょっと怖い何？フランス語はどのように勉強されましたか？フランス語の勉強は改めてはしてないんですね私の場合は、何もほぼ喋れない、メルシー、ボンジュールメルシージマペルめぐみ、私はめぐみですとか、あとなんだろう、それくらいだけの単語を覚えてふらっとパリに来ちゃって、来てから一応日本語のフランス語のフランス語を学ぶための本ね、教科書みたいなやつを持ってきて、それを一人でカフェでなんかちょっと読んで勉強して、あとはお友達を作って、こっちに来てからお友達と会話するうちに覚えた感じです。なので改めて語学を勉強するために学校に行ったりとかはしてないですね。ほぼ独学です。で、一瞬だけビザの関係で、学校にも行きましたが、基礎にはなったけど、やっぱり私の場合にはみんなで授業みたいに座って同じ勉強をしてみんなと同じペースでっていうのがちょっと苦手なタイプなので、それよりは一人で、本を読んだりとか、あとお友達を作ってやっぱり語学はアウトプットがすごく大切だと思うので、お友達を作ってたくさんお話しするっていう方法で覚えましたいいお話、ちゃんとお話ししたい時にいつもポリスとか通りますね人によってお勉強方法は人によってやっぱり向き不向きがあると思うので、私の場合はどの国に行ってもとりあえず何も勉強しないまま行ってからお友達を作って覚えるっていう風にして覚えてます。って言っても全然フランス語本当に完璧でも何でもないけど、目的が何かにもよりますよね。私の場合はフランスに住むっていうのは目的で来てるから、ここでフランス語を使ってお仕事をしたいとかになったら学校とか行った方がいいかもしれませんが、私の場合はもうフランスに住むぞっていうのを目標というか目的としてきたので、今はそれなりに話せても不便もなく、フランス語でパリをご案内したりもできるので、これでいいかなと思ってやっていますもうね、どれくらい覚えたいかですよね、フランス語とか語学はね。どんなお仕事されてるのですか？お仕事はいろんなのをしてます柔道の先生もやってますし、さっきも宣伝させていただいたように、日本人の方がフランスに来た時に、パリに来た時にパリ以外でもいいですがアテンドをしたりとか、あとは通訳もやりますし、あとメディア関係のお仕事ね、撮影しに来ますとか、団体でなんて言えば収録っていうかしに来ます時のコーディネーターしたりとか、あと来月もあるのですが、なぜかね格闘
家さんとご縁があってですね、前もほら武田さんのサポートさせていただいたんだけど、なんかあれからご縁があって、来月もあるんだけど、そういう格闘家さんがフランスの試合があるから、それでフランスに来るのでサポートしてくださいとかね、そういうのをやったりとか、本当に何でもやっています。他にも映像制作とかもやってるしね、あとなんだろう、いっぱいやってる。いろんなことやりすぎてちょっとあれだけど、簡単に言うと、やりたい時にやりたいこと、できることをやってるっていう感じですだから定職っていうか、本業はって言われたら全部本業で全部本気でやってるから、本業がこれっていうのはないのですが、やりたいなって思うお仕事をやりたい時にやってますね。お仕事何ですかって聞かれるの結構難しい。この話前にもなったんだけど、結構難しいんですよ身長160センチメートルくらい。私は身長148センチです。ちっちゃいのすごくちっちゃいのモデルのめぐぐさんはモデルのめぐぐさん、モデルもやってるか。今はモデルさんはやってませんたまに単発で写真、私が写る写真とかもありますが全然やってません。おー、なるほど。語学勉強してるので参考になります。あ、そうなんですね。やっぱり語学って結構モチベーション大切ですよね。私ね、結構集中するときには、集中力は自分でも自慢できるくらいあってですね、語学の勉強でも、絵も描くんだけど、絵を描き出したりとかすると、10時間ぐらいは平気で集中してずーっと机に向かってられるの。本読むとか何でも、動画制作でも休憩なしで8時間10時間とか平気でできちゃうんだけど、その代わりすごい飽きっぽくて、ちょっとずつ継続してっていうのが苦手な性格だからこそ、その学校に毎日同じ時間に行って同じ時間授業、例えば1時間2時間授業してとかいうのがすごくね、私には苦手で、だったら自分のペースで自分でやりたいようにやる方が身につくから、本当に語学ってその型にはまらずに、自分が一番自分の中に入ってきやすい方法でやるのがいいんじゃないかと思うあと絶対おすすめなのがお友達を作ること。そのお勉強されてるのがフランス語なのか英語なのか分かりませんが、フランス語ならフランス語をネイティブとして喋れるお友達を作る。その人と会話するのがいいと思うなぜかというと、経験上やっぱりいくら教科書で勉強したりとか、ラジオとか聞けとか、ラジオは聞くのはすごくいいことだし、耳が慣れるのもいいことだけど、日本人の方ってアウトプットをするのがね、圧倒的に苦手だと思うんですよね。やっぱり謙虚な性格とかもあって、で頭ではなんとなく分かってるのに考えちゃって言葉にできないとか、あと会話も日本だと日本人の人って優しいから、相手が喋るペースを待ってくれるじゃないですか。でも外国に行くと結構そうではなくて、フランス人特にそうなんだけど、自分の意見をわーって話す人たちだから、こうやって喋ろうかなって思ってるその間に違う話にもうすでになっちゃってたりとかして、ぐいぐい入っていかないと、ちょっとずうずしいぐらいに喋ろうとしないと喋る隙を与えてくれないですね。だから人と喋るのが元からちょっと恥ずかしいとかいう方だと、喋るチャンスっていうのがなかなかなくて、やっぱり語学は自分で考えてる発音が声に出してみたらできないとかいうのもあったりとか、自分ではこう言ってるつもりなのに文化の差で、日本語で大丈夫っていうのとフランス語で大丈夫っていうのでは、フランス人の大丈夫と日本人の大丈夫っていうものがもともと違うから、伝わり方が違うんですね。だからそういうのも含めて、やっぱり現地の人と話してみないと、同じ単語で日本人の感覚というか、ただの直訳で話しちゃうと全然違う意味に伝わっちゃったりもするとかね、そういうこともあるので、
それも何に使うかによるんだけど、テストとかやるなら教科書でいいと思うけど、もしもこう会話をするために語学を勉強するなら、私は必ずその国のその勉強している国の言語を話すネイティブの人と友達になって、自分がなるべくこう自分から言葉に出すっていう機会が多い方が早いというか、現実的に喋れるようになると思いますって言いながら、私も全然喋れるわけじゃないんだけど、でも経験上そうやっぱりお友達とか、あと恋人を作ったりとかねするのが一番早いと思いますとにかく喋りたいって思える環境を作らないといけないんじゃないかな。なんかもう頑張ってお友達とか好きな人ができたら頑張って喋りたいって思うから調べるし、相手が何て言ってるか気になるから調べるけど、どうでもいい、ただの学校だと本当に時間さえ過ぎればいいと思ってたら調べることもそんなに夢中にしないし、自分から伝えたいって思うこともそんなにないから、やっぱり自分の気持ち的に喋りたいって思える環境を作るのが一番いいと思いますご参考になれば嬉しいです。熱く語っちゃったよあ、日本の学校では何を専攻されていましたか？突然フラッと言って学べるのすごいと思います本当日本の大学では心理学を専攻していましたで、4年間心理学の勉強をして、で最初はカウンセラーとかもいいなって思ったんだけど、なんかその悩みを聞き続けるお仕事、お話聞くの大好きなんだけど、なんか私結構こう感情移入っていうかしちゃうタイプなので、多分その職に就いたら一緒にめいっていっちゃうんじゃないかと思って、一旦大学を卒業、4年間心理学を学んで卒業してすぐに海外に、機会もあってね、すぐに海外に出て、でそれからもね結構今でも心理学の本、心理学好きだから今でも一人で読んだりとかお勉強はしてるけど、大学でちゃんと学んだっていう風に学んだのが心理学専攻でした心理学楽しいですよねそうカウンセラーもね、でその後も何回かなろうと思って大学院とか行こうかなと思ったんだけど、日本の大学院も結局何ヶ月とかは、ちゃんと通わないといけないみたいなのがあって、も生活の基盤が海外になっちゃってたから、日本に何ヶ月もいなきゃいけないのかって言って断念したけど、なんかいいなとは今でも思ってる何断髪さんすごいいっぱい断髪さんコメントいっぱいありがとうございますもうすぐ1時間、あと2分で終わりにしたいと思います。その他ご質問ありましたらお待ちしてます。もうそんな時間か、すごい、どうしよう、私の周り鳩だらけになってきちゃったなんかこれが綺麗な色の鳥だったらシンデレラじゃない、気分になれるんだけど、分かった、もうクロワッサン狙ってるのね、袋に入ってるのに分かるのね、すごい頭いいね、隠しちゃおうアメリカ人とイギリス人の友達います。日本語ペラペラです。でもいいですよね。そう言語でさっきネイティブの人とお友達になるのが一番って言いましたが、やっぱりちょっと日本語を喋れる人の方が絶対いいと思います。いきなり、それも人にもよるのですが、本当に日本語全くわからない、日本に興味がないって人とお友達になっても、こう歩み寄る幅が違うというか、こっちから行かないことには何も伝わらないってなると、やっぱりモチベーションがさらに必要になると思うから、ちょっと日本語を喋れて日本にも興味があって、日本人に理解がある人の方がいいと思いますフランスの大学院目指してほしいハードル高いですねでもね、今フランスの学校も言語の壁がだんだんなくなってきて、
パッドとかで先生が言ってることを自動通訳してくれたりもするらしいから、どんなことを専攻するかですよね。でもフランスでカウンセリングの資格取れば日本よりも需要はありそうですよね。おお、なるほどあ、もう1時間経っちゃった。じゃあそろそろ終わりにしましょう。もうってことは1時ぐらい、日本はもう1時、もしかして。わー、いやー、遅くまでありがとうございます。あ、最後にコメント来た。ちょっと読んで終わりにします。心理学すごいですね。気持ちよくお話しされているのも心理学の影響もありそうですね気持ちよさそう。てっきり英文化とかそっち系かと思いましたいえいえ、私言語のお勉強本当に苦手で、学生の頃とか英語の成績とか下から何番目みたいな感じ、高校も大学もそんな感じでした。本当に苦手けどアメリカに1年住んだらそれなりに理解できるし、頑張って喋ろうと思えば生活には困らないようにできたし、あと中国語も喋るんだけど、中国語も台湾にちょっと住んでて、その時にお友達ができて、で本当に中国語もシェイシェイだけで、シェイシェイも喋らないな。中国語なんて本当にゼロのゼロから行って、フラッと行って住んで、1年ぐらい住む頃にはお友達と普通に会話できるくらいには覚えてたから、やっぱり人によってだと思う。もちろん教科書で勉強した方がいい人もいるけど、私は本当にそれが苦手で行ってから全部覚えてるタイプだから成績は本当に恥ずかしいくらい悪かったですダメなの、答えがあるものが苦手なのあ、寝つき悪いし楽しかったです。おやすみなさい。あ、よかった、優しい、ありがとうございますそれでは今日はすごい遅い時間になっちゃいましたが、ゴールデンウィークということもあって起きていてくれた方がいてすごく嬉しいです。お話できて楽しかったです。ありがとうございました。あと何日までゴールデンウィークか分かりませんが、まだ始まったばかりかなと思うので、楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。日本は暑いようなので涼しくしすぎてお風邪ひかないように気持ちいい夜を過ごしてください。フランスにお住まいの皆さん、パリに来てるよっていう皆さん、さっきもね後ろの方話しかけてくれてすごい嬉しかったんだけど今日は雨も降らず、お天気曇りだけど過ごしやすい日だと思うので、一緒に楽しい午後を過ごしましょう。それではまた来週月曜日、もしお仕事入っちゃってたら違う曜日かもしれないので、通知は YouTube のコミュニティと Instagram の方でライブ告知とかするので、そちらもチェックしていただけると嬉しいですそれではまた来週お話できるの楽しみにしています。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。またね。